絵がうまく描けません。SNS に絵をアップしたいんだけど、いいねがつくのか不安です。という方必見です。こんにちは、斉藤直樹です。絵の見た目を良くするには、とにかくキャラクターの顔がうまく描けることが大事なんですが、どこに注意して描けば顔が良くなるのかわからないという人も多いと思います。大丈夫。そんな方は、こちらの動画を参考にしながら描いてみてください。きっと、顔を描くときに注意するポイントを知っていただけて、今までよりもぐぐっと魅力的なイラストが描けるようになると思います。今回はポイント盛りだくさんなので、前置きは短く、早速行ってみましょう。輪郭を描く。顔を描くときってどこから描けばいいのってよく聞かれるんですが、僕の場合はですね、まず輪郭を描いていきます。なぜかというと輪郭は例えるなら入れ物、箱みたいな存在です。最初に箱の中に入れるパーツ、目、鼻、口を先に用意しちゃうと、思ったよりも大きな箱が必要で、結局画面に入りきらなかった。なんていうことがね、しばしばあります。それを防いで、良い構図で絵を描き始めるためにも、まずは中身じゃなくて箱、外側をね、用意する必要があると思います。ここで意識するポイントは、画面に対しての大きさの他には、顎の角度と頬の膨らみ、この2点を意識するといいと思います。この2つのポイントによってね、キャラクターの年齢感や、可愛いか、かっこいいか、綺麗かなどの印象が決まってきます。頬をシャープに、顎のラインを尖らせると、より大人っぽい綺麗な印象になりますし、今描いているキャラクター、田中ちゃんは、子供っぽい可愛らしい見た目をしていますから、逆に頬をふんわり、顎はあまり尖らせすぎないように描いていきます。まあ、これはね、後で調整可能なので、今はそこまで細かく調整しなくても大丈夫ですが、少しだけね、意識しながら描いてみるといいと思います。目、鼻、口の当たりを描く。次に、うっすらと目、鼻、口の当たりを取っていきます。この段階ではね、あくまでうっすらとこのぐらいの位置に描こうかなっていう程度の当たりに留めておきます。イメージとしては、建設予定地、どのぐらいの家を建てるのか、目星をつけるような程度です。実際にね、建設に着手するのは、あともう少し先です。はい。このぐらい適当で大丈夫です。髪の毛を描く。次に髪です。キャラクターを描く上で、髪はめっちゃ大事です。顔の印象は、顔の中身、目、鼻、口の描き方で印象が決まるって思っている人結構多いと思うんですけど、これね、半分間違いです。目、鼻、口よりも、髪の毛の印象めちゃめちゃでかいですよ。髪の毛がもう半分ぐらいキャラクターの印象を持っていってしまうので、これは注意です。ここでのポイントは、顔の輪郭よりも少しふわっと大きめに描くということですね。あまりぴったりとこの顔の輪郭に沿って髪の毛を描いてしまうと、髪の毛がね、ちょっと薄いキャラクターに見えたり、顔の中身の主張が強くなりすぎてしまうんですね。それと、ここもポイントです。髪の毛は結構、線で描くのがね、難しいです。特に髪の毛が長いキャラクターについては、なかなか線がうまく描けず、色を塗ってみたら、あれこんなはずじゃなかったのにってなりがち。皆さん、経験ありませんか？そういう場合には、グレーで塗りながら描いていくのがおすすめです。こうすると、パッと見のボリュームで髪の毛の量を調整できます。削ったり、増やしたりしながら、ちょうどいいバランスを探りやすくなるんですね。特に、長い髪の毛のキャラクターや、今回のね、田中ちゃんのようにツインテールの子は、このやり方がね、すごくやりやすいので、ぜひ試してみてくださいね。ポイント。この段階は、あくまで箱を用意している段階です。細かい部分は書き込みません。なので、基本的には、今書いた部分も、後でバランス調整するものという前提で書いていくのが大事ですね。この段階で、細部を書き込みすぎない。それとですね、髪の毛の描き方については、こちらの動画、髪の描き方講座を見ていただければ、魅力的な髪の毛の描き方、描き分けについて、さらに詳しく知ることができるので、こちらを要チェックです。箱の中身を描く。目。さあ、いよいよ箱の中に入るものを描いていきますね。先ほど描いた大雑把な当たりに沿って目、鼻、口を描いていきます。ですが、ここでもいきなり細部を書き込みすぎないことがコツです。こんな風に急にですね、細かい部分を書き込んでいきたくなるんですが、ぐっと我慢しましょう。細かい部分は後で書いていくので心配しないでください。今は書き込みではなく、全体のね、印象作り。これに気を配りながら目を描いていきます。例えば、目は大きく描けば印象的になりますし、小さく描けばよりリアルになります。位置を高くすれば大人っぽくなりますし、下に下げれば子供っぽくなります。目と目の距離を離せば、不思議でミステリアスな感じが出ますし、近づければね、目力がアップしてキャッチーな顔になります。このように、この段階ではですね、あくまで細部を書き込みすぎずに、自分が思い描いたキャラクター像、印象を作ることを意識しながら目を描いていきましょうね。箱の中身を描く。
鼻。次は花です。面積が小さい割に、花はですね、結構重要な要素です。花の描き方によって、随分と印象が変わってきますので、その実例を紹介していきますね。例えば、こんな風に、くの字を描くパターン。このくの字の頂点を高く描くと、やや大人っぽくなり、低く描くと子供っぽくなります。もっと花の印象を弱めたい場合には、花の上の面だけを描くパターン。ちなみにですね、これを長く描くと大人びた、花の高いキャラクターになります。田中ちゃんにはちょっと合わないかな。それと上の面ではなく逆に下の面だけ描くパターンもありますね。それと鼻の穴だけを描くスタイルもあったりします。これはキャラクターにリアリティを持たせたい時に使う手段ですが、鼻の穴についてはね、少しだけちょっとブサイクっていうね、記号も含まれてしまいますので、この辺はね、バランス感覚が必要ですね。あとはこんな風に鼻の上の面に光を描くスタイルや、側面に影を落として間接的に鼻を表現するスタイルもあります。あとですね、もう描かないっていうね、このスタイルも実は結構多いです。今はですね、特に美少女のイラストの場合には、花はできるだけ省略する方向が主流ではありますが、逆にあえてしっかり描くことで、作家性を表現できるポイントでもあると思います。ぜひ自分なりの花の描き方見つけてみてくださいね。箱の中身を描く。口。さあ、そして次、口ですが、口を描いていくときに注意するのは、鼻とあんまり位置を離しすぎないことですね。あまりね、下に離しすぎると、鼻の下が伸びてしまって、ちょっとね、猿っぽい感じになってしまいます。それと注意すべきなのは、顔の輪郭の中心に持ってこないことだと思います。こうやってですね、完璧に顔の中心線の上に持ってきてしまうと、これもなんとなく口元が前にせり出しているような、ちょっとね、猿っぽい感じになってしまいます。これを防ぐために、立体としてはちょっとおかしいんですが、あえて中心線よりも少し内側に配置することで、キャラクターが可愛くなりますので、試してみてください。グレーで塗っちゃう。さて、ここでポイントです。大まかに全体的な顔ができたところで、一旦グレーに塗っちゃいましょう。なぜグレーで塗っていくかというと、こうすることで、客観視することができるようになるからです。皆さん、線画を描いた後で、改めてね、その線画に色を塗ってみたら、あれ？思ったより可愛くないって、そこで気づくことってないですか？これですね、絵師あるあるだと思うんですが、そうなんです。線画を描き終わった後って、実はですね、あんまり客観視できていない状態なんですね。ですが、色を塗る前に、一旦グレーで塗ってみると、あら不思議。人から見て、このキャラクターが本当に可愛いのかどうか、かっこいいのかどうかが、ある程度ね、自分でもわかるようになるんです。これ不思議ですよね。ポイント。はい。改めて、ポイントとしては、この段階ではあまり細かく書き込まないで、あくまで印象を作ることに集中することです。ここまでは、料理で例えるなら、素材の下ごしらえ、みたいな感じ。実際に素材を調理する楽しい部分は、この後の工程です。印象作りと細部を書き込む工程。これを分けることで、自分が思い描いたようにキャラクターを描き上げること。そうそう。こういうキャラクターが描きたかったの。これがね、この印象作りが可能になると思います。同時にやるのはね、結構難しいんですよ。細部を描く。さあ、次は目の細かい部分を書き込んでいきます。いよいよ下ごしらえした材料をフライパンにぶち込んで強火でジューッと調理していく段階。はい、楽しい段階です。ここからはさっきバランス調整した下絵を元に細かいニュアンスを付け加えていきましょう。目のまつげ。まずは、まつげですね。まつげは、目の印象を決める重要なポイントです。太く描き込んでいけば、より目力がアップして、印象的な感じに。そして、細く描けば、繊細な感じになります。ちょんと上に飛び出したまつげ。これもどの位置に、どのぐらいの本数を描くか。これによっても、随分目の印象が変わります。例えばこんな風に、まつげのね、真ん中寄りに描いてあげると、元気感がアップしますし、脇の方に寄せてあげると、女性的な魅力がアップします。あとは下まつげをつけることでもキャラクターの色気をアップすることができますね。男性のキャラクターでもこの下まつげをつけてあげるとそのキャラにちょっと漂う色気の記号表現になります。ちなみに2025年現在では僕が思うに目はそこまで大きく描かないんだけど上まつげだけが濃いキャラクターがよく見受けられると思います。目の小ささでね、リアリティレベルを上げているんだけどまつげの濃さでキャッチーさを強調しているような感じがしますね。もちろんね、流行りに乗るかどうか
も各方の個性なので、あまり流行りに乗らない描き方をするのも一つの選択だと思います。一つの要素だけではなく、こういった感じで二つの要素のバランスを自分なりに取ることで自分の絵柄を確立してみてくださいね。目のキラキラ。そして目のキラキラです。この部分を描くのが好きな方も多いのではないでしょうか。ぜひね、思いっきり楽しみながら描いていきましょう。目のキラキラ。結構細かく説明すると要素が多いので、ここで全てを説明しきることはしないんですが、大事な要素としてはね、一番大きなハイライトの白。これ以降ね、ここの部分を星と言いますが、この星をどう入れるのか、位置と大きさによって随分とね、印象が変わってきます。まずはオーソドックスに斜め上に入れるパターン。これがね、結構多いですかね。これは素直に明るい印象を与えられると思います。次にこれが僕がよくやるパターンです。目の真上に入れるとね、元気で明るい感じを表すことができます。そしてちょっとこれはね、バランスによっては違和感が出る人もいるかもしれませんが、勝手にね、僕が斉藤直樹ハイライトと呼んでいる入れ方です。物理的にはおかしいんですが、まつげの上にハイライトを乗せちゃうパターンですね。これはさらに目力をアップさせて、見ている人にキャラクターを印象付けたい時に使います。あとは、これもよく使いますが、星を目の横に配置するパターン。これはですね、どちらかというと、元気というよりかは、あえて目力を抑えて圧迫感を減らす効果があると思います。例えばね、清楚でおしとやかなキャラクターに相性がいいハイライトの付け方になりますね。髪の流れ。そして次に髪の流れです。細かい毛束の追加によってそのキャラクターが本当にいる感じを強調できます。ここでは3つほど紹介しますね。まずは前髪のちょいやほげです。はい。ここにね、ちょんって前髪を斜めに横断するように毛を追加することで顔に情報量がね、ちょっと増えて、これだけでね、顔の印象を強める効果を持たせることができるんです。そして次にサイドヘアですね。この部分の細かい調整でも随分とキャラクターの魅力をアップさせることができます。例えばこんな風により内側に持ってくることで小顔効果をアップさせられたり、あとは毛先を少し細めてちょっとだけニュアンスを加えてあげることで絵全体の解像感が上がったような感じを加えることができ、あ、このキャラクター本当にいそうって思わせられるような存在感、生々しさをね、アップさせることができます。それと最後に毛束を表す線ですね。こういう毛束の線を細かく入れていくことによってデフォルメレベルを下げていき、本当にいそうな感じ、リアリティをプラスすることができます。ですがね、やりすぎてしまうとちょっと絵柄としてくどくなりすぎてしまいますので、この辺はバランスをとってください。実際には 1,2 本、もうこれだけでもね、随分見え方が変わってきます。ほら、比較してみると、あるのとないのとではこの部分に感じる凹凸が全然違うのがお分かりいただけると思います。ほっぺた。さあ、最後に忘れちゃいけない部分、頬の赤みです。頬にほんのりと赤みを加えると、劇的に可愛くなります。これは大きく分けて、2つのパターンの描き方があると思います。まずはグラデーションですね。こんな風に、頬全体に対して、ふわっとボケ足のついたブラシで赤みを追加していきます。そして、斜線です。これはね、グラデーションとの合わせ技でも構いません。こんな風に、斜線を加えてあげることでも、頬の赤みをプラスすることができます。これ、結構照れだったり、恥ずかしがっていたり、あとは興奮しているようなニュアンスが多く含まれる表現ですので、場合によってはこんな風に少しね、長さを調整したり、あとは本数、数を減らしながら印象を操作してみてください。また、頬の赤みについて注意すべき点としては、あまりね、くすんだ色を乗せないことです。例えば茶色系など、少し黒が混ざったような色を乗せてしまうと、ちょっと体調悪いのかなって心配されるような色になってしまいますので、これはね、結構注意が必要です。ポイント。この書き込みのパートは、キャラクターが最も生き生きする楽しい段階です。料理に例えるなら、フライパンに用意した食材を全部入れて、ジューッと炒めているような段階です。美味しくなーれ、美味しくなーれって言いながら料理しましょう。絵だったら、可愛くなーれ、可愛くなーれ、かっこよくなーれ、かっこよくなーれでしょうか。それと目の描き方についてはですね、さらに詳しく解説した動画、目の描き方講座があります。こちらも合わせてチェックすることで、今回の動画をさらに深く理解することができると思いますので、ぜひチェックしてみてくださいね。さあ、キャラクターの具体的な描き方は以上なんですが、それでも描いても描いてもうまくいかないんだけどっていう人はですね、実はお絵描きする環境や準備に問題がある場合が結構多いです。今回はうまく描くための準備段階についても同時に解説していきますね。これから紹介するお絵描きの準備をちゃんとすることで、今回解説した上達ポイントを余すことなくしっかりと活かしきることができると思います。
新規ウィンドウを使う。これを知らない人結構多いです。僕は常々言ってるんですが、これはですね、もう義務と言ってもいいぐらいです。やってない人は絶対にやってください。そのぐらい効果抜群です。やらない理由が見つからないぐらいです。出し方はメニューバーのウィンドウ、アレンジ、新規ウィンドウです。実際に書いているウィンドウの横にこんな風に小さく縮小して配置するのがポイントです。作業しているウィンドウとは別に全体を確認するために使うんですね。なぜこのようにするかわかりますか？これ絵画やデッサンを習った人にはわかると思うんですが、絵ってですね、離れてみないと形がおかしいことに気づきにくいんです。そうなんです。絵が上手い人って必ずですよ。頻繁に絵から離れて全体を見る。そういう確認作業を何百回と繰り返します。そのぐらいですね、絵を離してみることって重要なんですね。デッサンが狂わないように客観的に見たらどう見えるのか常に確認しながら作業を進めていくわけです。でもデジタルはそんなことしなくてもいいのが便利なんです。実は実際に絵から離れなくてもデジタルの場合には全体を確認できちゃいます。そう、縮小して横に置いていくだけでいいんです。はい、これめっちゃ楽ちんですよね。シンプルだけど神機能なんですね。これは画面外の色を薄いグレーにする。割と地味な設定なんですけど、僕は意識的にこうしています。あまりですね、画面の色とコントラストさをつけてしまうと、それだけで画面が引き締まって見えてしまって、見栄えが良くなってしまうんですね。じゃあ、それでいいじゃんって思うかもしれませんが、これですね、クオリティが普段よりも高く見えてしまうので、その絵をね、他の環境に持っていった時に、完成度がね、その場で低く見えてしまうことがあるんですよ。はい。それを防ぐための一工夫です。ヒストリー機能を使う。イラストを描いていて、あれ、ラフの方が良かったな、なんて思ったことないですか？はい。よくありますよね。これを防ぐ方法、紹介します。それは、描き進める中で、本当に良くなったのか悪くなったのか、これをですね、段階ごとに確認しながら進めていくことで改善できます。どうやるのか。Photoshop のヒストリー機能を使うんです。ウィンドウ、ヒストリーウィンドウを表示させてください。はい。そして、このボタンで、作業の進捗ごとにスクリーンショットを残しておくことができます。そして作業が進んだら前の段階を確認してみるんです。そうすることで前よりも良くなったのか悪くなったのか比較することができて、このまま先に進めて完成させるのか、それとも今書いた部分を修正するのか、判断がつきやすくなるんですよね。書き込んだ部分がね、気に入らない場合は前の段階に戻ったりすることもできますし、進み具合を自分でチェックできるので安心にもつながりますよね。横に尊敬するイラストレーターのイラストを置きながら書く。はい。これはかなり効果があります。ちょっとね、今は他の人の絵ではなくて自分のイラストを横に置いていますが、例えばね、うまくいった時の自分の絵を横に置いても効果があると思います。今作業中の絵だけを見ているとね、クオリティの上限の基準が自分の今の絵になってしまうんですけど、他の人の絵を横に置いておくことで、その上限、クオリティラインを突破することができます。これですね、一個だけ注意なのは、横に激うまの絵がずっとあることになるので、なかなかそのクオリティに達することができずに、ちょっとね、心が病んでしまう可能性もある、諸刃の剣ということもあると思います。試す場合には、心がちょっと元気でね、余裕がある時にするのがいいと思います。はい。それと最後に注意ですが、いくらね、上手い人の絵を参考にすると言っても、他の人の絵のね、トレースは、これ、練習なら問題はありませんが、自分の作品としてね、発表する絵なら、これはね、当然やめましょうね。法的な問題に抵触する可能性もありますし、信頼を損なってしまう可能性もあります。十分に注意しましょうね。以上、顔をうまく描くための上達ポイントをお伝えしてきました。いかがだったでしょうか？もし今回の動画を見て、意外とたくさん意識するポイントあるなぁとびっくりされた方、チャンスです。それだけね、上達の伸びしろがあるということなので、今回紹介した中で一つでも意識することができれば、あなたの絵は格段に良くなると思います。今回紹介したポイント、ぜひ取り入れてみてくださいね。それと今日の講座の上級講座として、印象値って何？顔をもっと可愛く描く方法を教えますという動画もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。